表面がパリパリで中がふわっとしたうなぎを焼くにはどのようにしたらいいだろうっていう風に研究した結果今に至る。余計うなぎに愛情湧きますよね。七輪でもう一回焼き戻しをする白焼きが生まれたっていう。おすすめは本当これですね。白焼きです。人との出会いとこの建物との出会い、うなぎ屋をやろうって決めたという風ですね。すみません。ありがとうございました。またお願いします。今日は18匹ありますけど、昨日までの熟成かけてる分があるんで、全部でいつも35匹ぐらいの在庫になるようにして、問屋さんが近いんで、問屋さんには申し訳ないんですけど、足りなくなったらすぐ取りに行くという。うなぎ屋さんを始めようと思ったのはなぜなんですか？僕自身もうなぎが食べるのも好きだし、料理をするのも好きだったっていうのもあって、うなぎという生き物が興味があったっていうのがまず一つ。もう一つは人との出会いとこの建物との出会い、うなぎ屋をやろうって決めたという風ですね。血がね、毒なんですよね。ただ洗うのも長時間かけて洗うと油が抜けてしまうんで、すごい手早く洗わないといけないんですよ。これ昨日仕込んだ分です。魚の形にしておくと3日目までは持つんで、6時間から8時間ぐらい寝かしてからうなぎを使用するという。うっ血したままうなぎ焼くと表面が茶褐色になるんです。焼いてる最初からメイラート反応という化学反応が起きる前にうなぎが色がついてしまうんです。一日の流れを教えてもらいたいんですけど。市場に行く用事があるときは4時起きですね。三規定に行くまでの間コーヒー一杯飲んで、5時50分に三規定に到着。それから麺打ちをして9時半10時ぐらいまで三規定にいて、飛んで帰ってきてお店を急ピッチで立ち上げて、お店をオープンしてだいたい1時半2時で一旦閉めるんです。それから芋けんぴの方見に行ったりとか仕入れをしたりとかして、それから夜のコース料理の処理だったりとか全て用意をして5時からオープンをするという風ですね。週末はコースが多いんで6時7時からコースがスタートして終わるのはだいたい10時ぐらいですか。そういうサイクルの生活です。三野座けんぴ。うなぎやられてたんですか？そうですそうです。もう有名な。これが1日で売れること多分30分ぐらいで全部売り切れてしまう量ですね。はい。どうも。植物は桂さんの趣味。趣味とね、僕のね、高校の時の仲のいい友人がプランツハンターをやっていて、植物屋さんに輸出と輸入の会社を経営しているという、その子からいろいろなものをいただいたりとかで、それで植物にはまってしまって癒しです、僕の。めちゃくちゃ人気なんですよ。岐阜の有名なラサマンダっていうインド料理屋さんとか、オーナーのカフェは2軒ぐらい卸をしてて、あと岩倉にある割烹料理屋さんにも卸をしたりとかで。
黒糖を使ったりとか金時生姜であったりとかいろいろなものでやったんですけど、高知の生姜が一番美味しいっていうのが分かったのと、この辛みをいかに消さないで作るかっていうのにミソがあって企業秘密なんですよ。なんでなんだろうってよく言われるんですけど、普通はみんな唐辛子で生姜の辛みを煮立てて作る方も多いんですけど、僕はそういったことをしないで生姜 100%。肝焼き用の肝ですね。大阪からね、お客さんお持ち帰りの。あ、そうですかね。大体これどのくらい焼くんですか20分です、焼き時間は。火加減のコントロールの仕方をマスターするまでにはそれなりに火力が強すぎても良くないし、弱すぎると水分と油が全部抜けてせんべいうなぎになってしまうんで、いかにそのうなぎの中にあるコラーゲンを対流させながら膨らませるっていうところのタイミングの感覚であったりとか。ここからメイラート反応っていう化学反応を起こさせるので、焦げてる時点でもうメイラートなんですけど、表面にカラメルの層を作るんです。終わりです。パリパリなんですよ。お持ち帰りです。うなぎ茶屋さんの来たきっかけじゃあ教えてください。岩倉に友達が住んでて、お家にお邪魔した時にひつまぶしを用意してくれてて、すごく美味しかったんで大阪に持って帰って父に食べさせたいなと思って買いに来ました。きよちゃんとこ白焼き。あ、了解です。皮の内側にあるコラーゲンがだんだん固まってくると、本来ある焼いたうなぎの美味しさっていうのが失われていくっていうことに、なんとかならんのかなーっていう風で、熱田にいる旅するゾーテっていううなぎ屋さんがあるんですけど、その子うちで修行して開業した子なんですよ。その子と食べながらどうやってやったら美味しくなるかなって言いながらじーっと考えてた結果、今の七輪でもう一回焼き戻しをする白焼きが生まれたっていう。常連さんはもうやっぱ白焼きが人気。人気みんな知ってます。はい、失礼します。こちらうなぎの白焼きになります。身の方を炙ってお召し上がりください。肝焼きね。
これはね和牛まぶしです。失礼します。こちら牛まぶしのミニになります。ジンジャーソーダ少々お待ちください。おすすめは本当これですね。白焼きです。これはねビールセットです。のおつまみです。これでレジに左側入れといて。まだみんな揃ってないから換気ってより忙しそうです。忙しいんですよ。暑くなるともっとですよこれ。夏がやっぱ多い。夏多いですよ。でも25度超えたらめちゃめちゃ来るんで。基本予約が多いです。ネット予約と、あと電話。失礼します。こちらひつまぶしの上になります。こちらうな重の上になります。いただきます。コロナになってからもう一度うなぎのことを勉強しようと思って図鑑引っ張り出してうなぎの生態であったりとかうなぎ言葉で腹割り背割りのことであったりとかうなぎはどこで卵を産んでどこで孵化をしてどういうふうに日本まで来るであったりとか食べてる餌であったりとかそういったものを勉強を自分なりにしてこってりとしながらもあっさりとしたうなぎ表面がパリパリで中がふわっとしたうなぎを焼くにはどのようにしたらいいだろうっていうふうに研究した結果今に至るって余計うなぎに愛情湧きますよね。失礼します。こちらひつまぶしの上になります。こちらもう一つ上になります。ミニになります。ありがとうございます。はい。ご視聴はい。どういったところがお好きですか？パリパリしてふっくらしてるとか。どのぐらい前から来られてるんですか？6年ぐらい前からちょこちょこと美味しいうなぎ屋さんがあるって来ていつもコースで来るんですけどメニューがなくてその時の旬のものをいつも美味しく食べれる普段の居酒屋では食べられないメニューが食べれるのが強みだと思います。僕の焼き方はタレつけてから絶対に長時間炭の上に乗せないんですよ。乗せると今度猛烈に苦くなるんで。はい、ありがとうございます。失礼します。こちらうな重になります。全然喜んでやってくれる。
辛みで辛みをできたらちょっとあれだけど怖がってしゃべる。すごいあれだったよ。ローマンは大変だし、うなぎの稚魚は取るときに針があるけど、それがまたしようかなってね。いいじゃん。副業でしたじゃん。それだけ長いよ。体にも。桂さんの焼くうなぎってどういう特徴があるんですか？まず皮が焦げてない、皮の内側にあるコラーゲンが完全に溶かしきっている。さばいてから普通のうなぎ屋さんは新鮮なものを焼くやり方を多分皆さんやられてると思うんですけど、僕の場合はさばいてまず血をきれいに取ってうなぎの状態に戻してから焼いて美味しい時間までのところまでだいたい6時間から8時間は寝かした状態のうなぎを使うっていうふうに心がけてるっていうところですね。今のそのスタイルに行き着くまでにどういったプロセスがあったというか。昔食べたうなぎ屋さん、北名古屋市にあったんですけど、そこのうなぎ屋が美味しかったんです。もう今なくなってしまったうなぎ屋なんですけど、そこのうなぎの味に近づけたいなっていうふうに思ったところがまず一つなんです。失礼します。ひつまぶしの方お出汁ありますので、またお声かけください。出汁をください。こちら一つに2名様分入ってますので。失礼します。よく混ぜて。お名前お願いします。29日ですね。はい、お待ちしております。はい、ありがとうございます。こういう時だけはこのテーブルぐらいのやつ。塩キンピ作る何工場ですか？沖縄工場。うなぎ屋さんの前はファーストカジュアルレストランのカフェをやってました。兼任でしたけどね。その前フランス料理作ったりとか、スーパー金製の春楽膳オーガニックスーパーの商品開発だったり、レストランの立ち上げだったり、惣菜部門やったりとか、中食のことをやったりとか、イタリア料理もやりましたし。料理人としては歴どのぐらいなんですか？今年で31年目ですね。19から長くなりましたね。もともとお料理はお好きだったんですか？食べることが非常に好きだったんです。料理をするというものは興味はあったんですけど、全く未経験から始めたという、調理師学校も行かずっていうのが僕の経緯です。本当に小僧から叩き上げの修行を受け、僕自身がもともとオーガニックスーパーの春楽膳で働いてる時に出会った師匠がムッシュ石川という真空調理技術の中で結構有名な方と約10年間一緒に仕事させていただいたんですけど、その方から料理のメカニズムであったりとか科学的な根拠であったりとかっていうものをいろいろなことを勉強させてもらったんです。どのようにしたら美味しくなるかとか、何がいいのか悪いのかっていう判断基準が感覚からエビデンスとサイエンスがちゃんと取れるようになった時点で、今まで自分が作ってきたものを大量生産したりとか人にたくさん知ってもらうことができるきっ
かけ作りの基本の木を教えてもらったんです。それからまた自分自身の料理という感覚がまた大きく変わって、工業用製品のように自分の料理が作れるようになっていったというところが、やっぱりいろいろな事業とかいろいろなことがやれるきっかけになっていったっていうものですね。事業に関しては子供を作ったみたいな思いがあるんですよ。常に出来上がったものがどんどん勝手に一人歩きしていくんで、それをコントロールする側に回らなきゃなっていう責任を感じながらやっていこうかなっていうふうに考えております。50なんでライフスタイルを楽しんで生きていきたいっていうのがありますね。趣味と時間、仕事面、やっぱり自分を大事にして生きていきたいっていうのはあります。料理人として一番モチベーションになることって何かありますか？そりゃお客さんの喜びですね一番幸せなことですね、料理人として。